はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、池井戸潤さんが書かれた下町ロケットを紹介しようと思います。はい、僕はですね、池井戸さん2作目ですね、去年の年末、今年の年始までのですね、陸王に続いての2作目となりました。この下町ロケットはすごいざっくりと紹介すると、ある、下町の、町工場っていうか中小企業かな。中小企業が、技術力でですね、大企業の先を行ったんですね。先に特許を取ったと。自分もですね、技術者の端くれとしてはですね、この瞬間だけで、これだけでもすごい激アツ案件なんですけども、その後ですね、その中小企業対大企業っていう、あとは銀行とかね、を巡って、いろいろとすごい困難がですね、待ち受けてるわけなんですね。まずはじめに、中小企業の、大口取引先が、急に、発注をやめますって言って、急にですね、大口取引先を失って、その会社の経営が少し傾くんですね。で、そんな中で、また別の大企業から、特許侵害で訴えられまして、裁判になったんですよ。で、中小企業としてはやっぱり裁判をね、長く戦うだけの体力がありませんので、できるだけ早く終わらせたいんですけども、大企業のやり方としては、もう裁判が勝った負けたじゃなくて、結局、中小企業をもう瀕死の状態に追いやって、もう中小企業ごと、もう技術力ごと取り込んでやろうっていう、そういうちょっとね、汚い手とかもやられて、結構苦戦をする裁判とか、で、さらに世間の印象的に、大企業が、中小企業を訴えたっていう形なんで、中小企業の方がなんか悪いことをしたのかなっていう風な、印象的にやっぱりお客さんがどんどん離れていってしまうんですね。で、それで新規営業をかけなきゃいけないっていう風な、資金繰りもすごい大変な状況。で、さらにその後に、冒頭に言った、大企業ですね、大企業の一歩先を行った技術力に関して、別の大企業ですけども、帝国重工っていう、大企業がその特許を売ってくれと、もしくは独占仕様にさせてくれっていう風に今度交渉に出るんですね。それで中小企業の佃製作所としては特許を売っていいものかどうかっていうのをすごい悩むっていう話ですね。その売ってくれっていう特許が、帝国重工が開発しているロケットに、搭載する予定のですね、そういう技術だったんですよ。で、そういう技術を、先に一歩越されたんで、本来だったら帝国重工が自社開発したかったんだけども、一歩先越されちゃったんで、その技術を売ってくださいっていう風に出るわけなんですね。そんな状況の中、佃製作所の、佃社長としてはですね、技術を売るべきかどうかっていうのをすごい悩む。そんなお話になってますね。なので、タイトルの意味としてはですね、下町にある町工場が用いる技術で帝国重工のロケットを飛ばすっていう、そういう話になってますね。で、このですね、下町ロケットの面白いポイント、3つ僕がね、選んだ中で紹介しようかなと。まず1つ目がですね、佃製作所の佃社長の、経歴ですね。今は中小企業の経営者ですけども、元はですね、研究者だったんですね。でしかも、ロケット開発に携わっていた研究者だったんですよ。で、今は経営者をやってるんですけども、その経営者になった経緯っていうのも、自ら経営者になりたくてなったわけじゃなくて、どうしてもその研究者の道を、断念せざるを得なかった。ある事情があって、それで親父の後を継いで経営者になった、佃製作所を継いだわけなんですね。そこの、二面性が見られるんですね。なので、佃社長としては、その大企業のね、先を行った技術として、技術者としての、観点。だけども、今は社員を抱えてる社長なんで、経営者としての判断っていうのがね、ここのね、二面性が結構揺れ動くっていうのが、面白いポイントですね。面白いポイント2つ目がですね、佃製作所が、中小企業で小さい会社なんですけども、その特許をめぐってですね、特許を売るか売らないかっていうことをめぐって、社内でも意見が割れるんですね。裁判もあって、で、しかもその大口取引先も減って、今資金繰りが大変な状況だから、特許を売ってしまったらどうかと。で、それで、とりあえずお金を持って、会社を立て直して、で、その後からまた技術をもう一回培っていけばいいじゃないかっていう、現実的な選択を取ろうとする人と、佃社長も含めて、技術力がね、自分たちが築いてきた技術力、で、その技術力をもってして、新たな自社開発、自社製品につなげていきたいっていう風な、そういう思いで、2つに割れてしまうんですね。で、それで2つに割れてしまうんですけども、結局ですね、その帝国重工対佃製作所っていう対立になった時に、結局ですね、みんな一致団結するようになるんですよ。で、それの面白いポイントとしては、結局、お金を取るか、技術を取るかっていう風な、そういう争い、そういう側面だったのがですね、一致団結するときに大事になったものっていうのが、結局ですね、人の気持ちだったんですね。これ言ってしまうとプライドだったんですよ。佃製作所の用いる技術、佃製作所の品質、そこのですね、プライドがですね、みんなを一致団結させて、打倒っていうか帝国重工に歯向かっていくような
感じになってまして、ここね、面白いポイントかなと。お金でも技術でもなく、結局は人のプライドだったっていう風な。あとは社長とか、技術者に関しては夢とかも乗った結果、みんながね、同じ方向を向くっていうのが、面白いポイントかなと思います。で、最後3つ目ですね。面白いポイントとしては、帝国重工、大企業側としても、皆が皆ね、同じ意見じゃなくて、しっかりと佃製作所のことを評価する人も、その技術力をですね、評価する人も実は中にはいるんですね。その佃製作所側もですね、意見が割れたりとかしてたんですけども、帝国重工側も若干ですね、意見が割れるとまでいかないんですけども、その佃製作所のことを評価する人もいたわけなんですよ。なので、物語の大枠として、中小企業対大企業っていうのがあるんですけども、結局ですね、最後は、人と人との、1対1のですね、交渉になっていくんですよ。そこがですね、現実的な感情を表しているかなっていう、もちろん大企業として、社長のね、トップの意見っていうのがあって、それに従って、下が動いてるわけですけども、だけども、やっぱり佃製作所をね、推したいと、その技術力を評価したい、評価すべきだっていう人もいるわけなんですよね。そこのね、やっぱ最後は人と人っていうね、対立っていうか、そこら辺がね、見れたのが面白いポイントかなって思います。なので、一概にね、大企業だからみんなが同じような意見、同じような態度っていうわけじゃなかったっていうのが、面白いポイントだったかなと思います。はい。ぜひですね、気になる方読んでみてほしいなと思います。はい。それでですね、今回は、池井戸潤さんの下町ロケットを紹介させていただきました。少しでも気になった方がいたら読んでみてほしいなと思います。はい。それですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。ちょっと告知がありまして、この度、質問コーナーを設けることにしました。普段ですね、コメント欄に書きづらい質問とか、あとは動画に関係ない質問とかもですね、全然受け付けておりますので、ぜひ何でも質問していただければと思います。とりあえず3月までに集まった質問で、質問回答の動画を作ってみようかなと思いますので、ぜひですね、たくさん質問していただければなと思います。それではよろしくお願いします。